自己紹介してもらっていいですか？はい、横浜でバストサロンをしている宝です。バストサロンってどういうことでしょうか？女性のお胸をきれいにしたり大きくしたり、自分の自信につながるようなケアをお伝えしたりマッサージするお仕事です。マッサージなんですか？マッサージ、はい。どうやってマッサージして大きくなるんですか？マッサージ、体のコリをほぐして癒着を取ってあげて乳腺を増やす、結果的にバストをサイズアップさせるっていうことをしています。何サイズから何サイズまでが現実的ですか？そうですね、だいたい平均3カップぐらい私のサロンではさせてもらってます。1日どのぐらいお客さんがいるんですか？1人に対するお時間たくさん頂戴してるので2人までやってます。バストアップっていくらぐらいかかりますか？例えば体験だけしてみたいってなれば1万円ぐらいでも全然できます。このサロンで月収いくらになりますか？どうだろう、7桁ぐらいは行ってます。何か趣味ありますか？趣味は釣りです。フィッシングこんな可愛いフィッシャーウーマンがいるとは珍しいですね。大好きです。周りになんかおじさんみたいな人多いです。釣り女子仲間がいます。釣り女子仲間っていうあるんですか？はい。なんか美女釣りみたいな。美女ばっか。そうそうそう。それなんか美女が船に乗ってるなんか想像がすごいですね。はい。美女祭りで楽しいですか？釣って楽しいです。魚はどうするんですか？魚をさばいて自分で食べます。プリンセスみたいなんですけど、職業プリンセスです。プリンセスであるっていう意味と概念説明してもらっていいですか？はい、私は次世代のプリンセスと掲げていて、古典的に眠ってたら王子様がではなくて、自らチャンスをつかみ取れる自立した愛され選ばれる女性を次世代プリンセスと定義づけてます。職業っていうとどうやってこれを金化するんですか？一人の女性に1対1でコンサルプロデュース型で、サービス提供をさせていただいているので、半年間でその方に、しっかりキャリアだったりを向き合って目指すゴールに導くサポートをしてます。具体例としてそのプリンセスになる道教えていただけないんでしょうか？例えば九州の鹿児島のちょっと地方で、ハンバーガー屋さんでアルバイトをしていた女の子が私のネネに憧れて、私もプリンセスになりたいって入会をしてくださって、彼女は、鹿児島から初めて東京の渋谷に出てきて、アイドルになりたかったって言ってアイドルデビューの夢を叶えた子がいます。物議を醸す意見ありますか？日本人女性は自己肯定感が低い。なぜでしょうか？なぜだろう。日本の昔からの伝統的な文化はやっぱり女性は一歩下がるみたいな良妻賢母じゃないんだけどやっぱり男性を支えるみたいな文化がやっぱり今も残ってるのかなってなんとなく思います。じゃあ日本社会では期待値が高いことでしょうか？そう。良妻賢母じゃなければダメみたいな、そういう概念まだ残ってますか？今の現代社会でも。だいぶ変わってはきてると思うんですけど、でもやっぱりまだまだそういう色は残ってるかなと思います。物議を醸すような意見ありますか？やっぱ海外に比べて日本は有機野菜、無農薬無肥料の野菜が買うっていう意識が低すぎる。普段の日本人はあまり有機野菜あまり気にしないんですか？気にしない。安い方がいい、形が綺麗な方がいいっていうところで選ぶ目線になってるので、健康にいいかっていうよりは安いとか見た目がいいとか。日本の野菜は農薬が多いんですか？めっちゃ多いですよ。農薬をいっぱい買わされてるので、その農薬を使わないといけないので、ほとんどがもう農薬たくさん使ってるお野菜ですね。健康に悪いんでしょうか？そうですね。比べるともちろん悪いかなとは思うんですけど、私は小さい時からそういう家庭で育ったので、もうそれが当たり前なので、世の中が当たり前じゃないってことにびっくりして、だけど海外では当たり前、じゃあもうこれはもう当たり前にしたいなって思ったって感じ。じゃあ親が賢いっていう。そういいですね、いいです。デザイナーとして何か物議を醸すような意見ありますか？そうですね、本当最近は AI がすごく発展してて、デザイナーの価値が下がるんじゃないかっていう意見もあるんですけど、私は唯一無二っていうのがすごく大事だと思ってて、 AI を使ったデザインには AI の良さがあるし、 AI を使わない職人さんの手が込んだデザインにはその価値があると思うので、なんかそれぞれがどっちが悪いとかいいとかじゃなくて、それぞれが唯一無二で素晴らしいなと思ってます。
軽く自己紹介してもらっていいですか？中村浩二と申します。眠くなったこの30年間、目を覚ますために、高齢者の方、集団切腹みたいなのをまさに体現するべく、今、スポーツの業界を含め頑張ってるものになります。集団切腹っていう問題ありますか？そうですね。まさに今これから、例えば AI、非常に今、すごい普及してますけども、これがうまく使える人材、そうでない人材、すごい二極化進んでいく中で、まさに今、若者がそういう標準装備になっていく中で、こういった高齢者の存在っていうのは、かなりちょっと足を引っ張っているところ。でも、ただし、力を持って、権威を持ってるっていうところで、うまくこの日本の価値をさらに高めていくために、なかなか効果的じゃないと思ってるんですね。そういう意味で、私もそういったところにすごく、賛同して、動いてる形になります。どうやってこういう問題を解決しますか？私たち一人一人、20代、10代と、日本の社会の現状を分かった上で、実際にアクションを起こすっていうのが、これからどんどん必要になっていきます。で、あとはもう、結果高齢者の方々も、それに対してもう何も言わず、ちゃんと応援してくれるっていう状態が、これが必要じゃないかなと。